僕が本当に大好きな本。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回はこの本読めば人生変わる、そんな本について紹介していきたいと思います。いきなりですが質問させてください。あなたは何のために仕事をしていますか？将来家を建てるためですか？それとも老後の生活のために貯金している人も多いです。今回はビル・パーキンスさんの本ダイ・ウィズ・ゼロ、日本語にするとゼロで死ねという本について解説をしていきます。この本は本当に最高でした。ゼロで死ねというなかなか聞き慣れない言葉ですが、これこそが経済学者も絶賛した最上級の人生になる生き方です。この動画では人生を後悔しないで終える秘訣を3個紹介していきます。僕たちもこのルールを絶対に学んでゼロで死ぬことを目指しましょう。この動画が勉強になった、もっと詳しく知りたいと思った人はいいねやコメントをください。1個目、今しかできないことに投資をする。僕たちは喜びを先延ばしする傾向があります。いつ使うのかもわからないお金を貯め込んで、今しかできないことを見送り、お金のために多くのことを失っています。例えばあなたが新婚夫婦で共働きだとしましょう。ある日旦那さんが病気にかかってしまい、余命1年と宣告されてしまった場合、あなたはどのような行動に出ますか？仕事を続けて今までの生活を続けますか？それとも仕事を辞めて旅行に行ったり、働いている時にできなかった好きなことを旦那さんと一緒にやりますか？ほとんどの人は後者を選ぶはずです。このように死っていうのは人を目覚めさせます。僕たちは死が近づいて初めて、自分は今まで一体何をしていたのか、これ以上先延ばしをせずに今すぐ本当にやりたいことをすべき、そう我に返ります。普段僕たちっていうのはまるで世界が永遠に続くかのような感覚で生きています。しかし僕たちも遅かれ早かれ病気で死ぬという現実に向き合うことになります。人は老化には逆らえないです。誰もがいつかは死んでしまいます。だからこそ限られた時間の中で最大限に命を燃やす方法を考えてください。そのためには何をしたらいいのか、今しかできないことにお金を使うことです。90歳になって水上スキーを始めるのは難しいです。若い時に水上スキーを我慢してその分のお金を貯金していたとしましょう。しかし十分なお金を得た時にはそれができない年齢になっています。時間を取り戻すことはできないです。お金を無駄にするのを恐れて機会を逃すのは本当にナンセンスです。お金を浪費することより人生を無駄にしてしまう方がはるかに大きな問題であることに今すぐに気づいてください。そして大切なのは流されて生きるのではなく、自分にとって大切な経験を選んでそこに惜しみなくお金を使うことです。何に価値を見出すかは人それぞれです。貯金をすることで確かに心を安定させることはできます。しかし本当の人生の充実度を高めるのはその時々にふさわしい経験です。時間とお金という限りある資源をいつ何に使うかで豊かな人生を送ることができるかが決まります。次のことを自分に問いかけてください。なぜ貯金をしているのか、なぜ今しかできないことを我慢しているのか、なぜ今しか会えない大切な人との時間を削って働いているのか、その理由をしっかりと理解できている人は少ないです。この本の著者のビル・パーキンスさんは理由もなくお金を貯め込んでいる僕たちに経験の価値を信じなさいと言っています。そして価値のある経験にはある程度の費用がつきものです。どうしても行きたい国へ行くための旅費や起業という夢の追求、新しい趣味など莫大なお金がかかることもあります。しかしそれは使う値打ちのあるお金です。心理学の研究でも人は物にお金を使うよりも経験にお金を使う方が幸せであると示しています。
物は買った瞬間の喜びは大きいけど、時間とともに喜びは減っていきます。反対に経験から得る価値は時間の経過とともに高まっていきます。節約ばかりしていると、その時にしかできない経験をするチャンスを失います。その結果、世界が必要以上に小さな場所になってしまいます。なぜならば、人生っていうのは経験の合計だからです。僕たちは人生で何を経験したいのか真剣に考える必要があります。とにかく有意義で思い出に残るものの観点から、一度きりの人生で本当に何がしたいのか考えてみてください。なぜそんなことを考える必要があるのか。それは人生で一番大切な仕事は思い出作りだからです。なぜ経験が大切かを改めて理解して、一刻も早く経験への投資を始めるべきです。あなたが誰であるかは毎日、毎週、毎月、毎年、さらには一生に一度の経験の合計によって決まります。最後に人生を振り返った時、その合計された経験の豊かさがどれだけ充実した人生を送ったかを測る物差しになります。だからこそ、この人生でどんな経験をしたいのか真剣に考えて、それを実現させるための計画を立ててください。あなたがそれをしないと、社会が敷いたレールの上をただ進むだけのつまらない人生になってしまいます。僕たちはいつか死という目的地にたどり着くけど、その道のりっていうのは自分自身が選び取ったものです。最後にこの言葉を覚えてください。人生でしなければならない一番大切な仕事は思い出作りです。最後に残るのは結局それだけです。続いて2個目、ゼロで死ぬ。ゼロで死ぬとは一言で言うと、お金を残さずに死ぬってことです。必要以上に稼いでいる人は多いです。そんな人が働くのをやめるのは実はとても難しいです。なぜなら稼ぎ続ける自分に誇りを感じていて、なんとなくお金を稼ぐために働き続けているからです。例えば1億円貯めることが目標で、実際に1億円を貯めることができても、それに満足せずもっと貯めたくなってしまいます。莫大な時間を仕事に費やしてお金を稼いでも、稼いだお金を全て使わずに死んでしまえば、人生の貴重な時間を無駄に働いて過ごしたことになります。あなたが1億円残して死んだ場合、それは1億円分の経験をするチャンスを逃したのと同じです。そのため、使わないお金のために人生の時間を無駄にするのはやめてください。限りある時間や労力は生きているうちにできる限り使い切ってください。そしてもし死ぬタイミングが分かっていれば、その時までにお金を使い切ることをお勧めします。ただし、人はいつ死ぬかを分からないです。死ぬ前にお金が底を尽きてしまう心配をしている人も多いです。そのため、死ぬタイミングについては、人が生きられる最長の年齢を想定してみてください。まずは1年あたりの消費額を決定してください。多くの人はこれを計算せず、必要以上のお金を貯め込んでいます。これを機に自分があとどれくらい生きるかを真面目に考えてください。もちろん死ぬことから目を背けたくなる気持ちはよくわかります。しかし、いつ死ぬか想像しないと適切な判断ができないです。今頑張って節約して大きな資産を築くことができたとしても、思ったより早く死んでしまったら人生の貴重な時間をたくさん無駄にすることになります。まずは最初のステップとして、自分の寿命をおおよそでも予測し、どのくらい稼ぎ、どのくらい貯め、どのくらい使うかを決めてください。子供にかかる費用など未来にかかるお金を貯金することが悪いわけではないです。でも限度を考えてください。日々の生活にばかり気を取られて生きていると、ある日突然人生の楽しみを後回しにし、過ぎてしまった後悔が出てきます。喜びを味わう機会を逃し続けながら生きるのはとてももったいないことです。では次に、喜びに投資するタイミングを逃さない方法を伝えます。
それは資産を取り崩すタイミングを見極めることです。結論から言うと、45歳から60歳の間に資産を切り崩し始めるといいです。死ぬまでにお金を使い切るためには、60歳からお金を増やしても意味がないです。経験から多くの楽しみを引き出せる体力があるうちに資産を取り崩していくべきです。僕たちは年を取るにつれて経験から楽しみを引き出す能力が下がっていきます。だからこそ体力がある若いうちに人生を豊かにするために使うべきです。ここまでゼロで死ぬということについて進めてきました。しかし正確に考えるとそれを実現するのは不可能です。なぜなら天国に旅立つ瞬間、ポケットには数千円のお金、銀行口座にも数万円の預金が残っているからです。厳密に言えばそれはゼロで死ぬってことではないです。でもそれで全く問題はないです。なぜならゼロで死ぬという目標を持つこと自体があなたを正しい方向に導いてくれるからです。何も考えずに働いて貯金をしてできるだけ資産を増やそうとしていたこれまでの人生を変えてください。ゼロで死ぬという目標を持つことで人生を充実させようという意識が働くようになります。つまりゼロで死ぬことを目指すこと自体に高い価値があります。理想を追求すれば人は正しい方向に進むことができます。わずかであれ親切になり賢くなり勇気を持てるようになります。完璧に実行できなくても目指すことで何もしないよりもはるかに目標に近づくことができます。たった一度の人生を価値のあるものにしてください。体力や気力が落ち始めるまで人生を充実させる経験をするのを待つ理由などないです。死ぬまでに使い切ることのないお金を貯めることばかりに力を注ぐのではなく、今すぐ人生を最大限に楽しみましょう。人生で一番大切なのは思い出を作ることです。続いて3個目、お金の価値は加齢とともに低下する。お金の価値は加齢とともに低下していきます。そのため若い頃に無駄にお金を貯め込むのではなく、人生を豊かにする経験にお金を使ってゼロで死ぬべきです。あなたは40代でお金を使うのと60代でお金を使うのは同じことと思っていませんか？端的に言うと、まだ健康で体力があるうちにお金を使った方がいいです。年を取ると健康が低下して物事への興味もなくなり、性欲もなくなり、創造性も低下します。高齢になるとできる活動は限られます。その時にはお金は役に立たないです。家でゆっくりとテレビを見るのが幸せになったり、孫に会いたくなったり、お金を使う機会も減ってしまいます。年を取るにつれて健康はゆっくりと衰え始め、お金から価値を引き出す能力もゆっくりと低下していきます。そうなると能力が高い時にお金を使う方が理にかなっていることがわかります。同じ10万円を使うとしても80代よりも50代の方が価値を引き出せるのならば、80代に使うべきお金の一部を50代に回すことが人生を豊かにするための賢明な判断です。僕たちは小さい頃から老後のためにお金を貯めるべきと教わってきました。しかし経験を最大限に楽しめる時期は定年よりも前です。老後のために貯金する人は多いですが、人生を最大限に充実させる観点から見るととても非効率な投資です。お金には将来のために取っておいた方がいい時と今使った方がいい時があります。その都度最適な判断をしていくことが大切です。経験には先延ばししても特に問題ないものもあります。例えば20代で行こうと思っていた旅行を30代に先延ばしすることは体力的にも楽しむことができます。しかし60代での旅行は足腰も弱くなって辛い旅行になってしまう可能性があります。
このように先延ばしできない経験っていうのは多くあります。にもかかわらず僕たちはそれを自覚していないです。喜びを先延ばしする後悔は人生の終わりに一度だけ味わうわけではないです。一番の悲劇は死ぬ間際まで機会を逃したことへの後悔の念に抱いて生きることです。その時には生き方や考え方を改める時間すら残されていないです。そのような人生が充実したと言えますか？この動画を見てこれに気づけた人はラッキーです。今一度どのくらい経験にお金を使ってどのくらい貯金をするのかよく考えてみてほしいと思います。とにかく今しかできないことをやってください。喜びとかやりたいことを先延ばしするのはやめてください。お金がないから、時間がないから、周りに反対されるから、それで諦めるのはもうやめてほしいと思います。人生っていうのは思い出をどれだけ作ったかです。今しかできないことにどんどんチャレンジしてほしいと思います。この動画が良かった、いいねと思った人はぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。